先週の NMB48 ランキングの発表なのだ。いやこんなことってあるんですね。5月9日の天使のユートピア公演に当たったんですけどね、番号がイスカリオテのユダだったので、やだな、怖いなと思って劇場に行ったんですけど、まさかの最善だったので脳汁プッシャーですよ。この時ばかりは川野七尾以上のハイテンションになりました。先週はいろいろ現地参戦したんですけど、最善の衝撃で記憶が飛んでしまったのでサルベージ作業が大変です。第10位は西島亮なのだ。5月6日配信の9期生バラエティ放送局に出演していたのだ。オープニングのリオピが可愛かったのだ。足を怪我している状態を見るのは初めてだったけど、ギブスをしていて大変そうなのだ。怪我で劇場に出れていないのが残念なので、早く怪我が治るのを祈るばかりなのだ。第9位は塩月ケイトなのだ。5月8日難波ブランド花月で行われた NMB48 の難波小劇場に出演していたのだ。20時開演だったので社畜民でも参戦しやすかったので、もちろん参戦してきたのだ。大井久馬さん脚本で映画転校生でおなじみの入れ替わりネタが満載だったのだけど、そこでの塩月ケイト氏がまたもやすごかったのだ。森田真理子さんと入れ替わりゴリラ芸を披露したのだけど、やりきる力がすごすぎて逆に心配になってきたのだ。もうやめてと思っちゃったから、電柱でござると言ってまこちが羽交い締めにして止めに入るという記憶の改ざんが行われてしまったのだ。第8位は平山舞なのだ。5月8日難波ブランド花月で行われた NMB48 の難波小劇場に出演していたのだ。島田珠代さんの例のあれをやっていてお笑いをいただいていたのだ。マイキならやるかと思ってしまったことは秘密なのだ。お笑い特化型の反作用としてアイドル性が減少しているので、初期型平山舞あざとバージョンもたまには見せてほしいのだ。第7位は真鍋杏樹なのだ。5月4日 M のサイン公演に出演しており、公演の最後で卒業を発表したのだ。貴重なダンスメンが卒業するのは残念なのだ。これで7期生は残り3人となってしまい、早くなくなくないと思ったけど奥地ミスティちゃんになったので何も言えねえなのだ。第6位は山本美香奈なのだ。5月9日の天使のユートピア公演に出演していたのだ。ぶっころももかさん楽曲のジュッテギュッテグッと間近で見れてとても良かったのだ。上手だったので最後のところはよく見れなかったのが残念なのだ。 NMB48 の難波小劇場でも小島かりんこ町モノマネやゴリラ芸をするなど出番が多く大活躍だったのだ。卒業後吉本に残るのか気になるのだ。第5位は新沢直なのだ。5月9日の天使のユートピア公演に出演していたのだ。チーム N の時は劇場公演での印象があまりなかったのだけど、天使のユートピア公演で間近で見たシンシンは全然印象が違っていて、あざとさをパフォーマンスに昇華させていると感じたのだ。さすが新沢直26歳、まだ誰のものでもありませんなのだ。独自路線を行くシンシンの今後に注目なのだ。第4位は青原由香なのだ。5月10日 N シップ公演フィル公演に出演していたのだ。フィル公演の浴衣の髪型がとても良かったのだ。特にこの日の過ちの浴衣はほぼな過剰あやみさんなのだ。5月6日に阿部のキューズモールで行われたリリースイベントも現地参戦してきたけど、チータンかはチータンだったのだ。自分あるあるだけどどうハイタッチするかに気がいってしまい、メンバーの対応とか全然覚えていないのだ。困ったものなのだ。第3位は川上千尋なのだ。
5月9日の天使のユートピア公演に出演していたのだ。右足にテーピングをしているのが見えて、足を痛めながら舞台やリリースイベント、劇場公演に出演してるんだと思うと実費すげえと思ったのだ。さすが4期生様なのだ。渡り歩いた場数の違いを間近で感じれてよかったのだ。第2位は桜田彩香なのだ。5月9日の天使のユートピア公演に出演していたのだ。間近で見て印象が変わった一人なのだ。心身に弟子入りしていると過去に言っていたと記憶しているのだけど、あやきょんもあざとパフォーマンスが良くて、間近で見るとあざと攻撃をもろに食らうので、あざーすってなるのだ。チキチュってギュッてグッと候補筆頭かなと思った次第であります。そして栄光の第1位は坂下真子なのだ。5月9日の天使のユートピア公演に出演していたのだ。間近で見るまこちの印象はめっちゃ美白と思ったのだ。前から白いなとは思っていたけど、近距離で見るとまじまじと実感したのだ。あと顔ちっちゃとまじまじと実感したのだ。握手会や写メ会は参加してたけど、話す内容やポーズに気が入っていて、見ているようで見ていない現象になっていて気づいてなかったのだ。新発見だったのだ。 NMB48 の難波小劇場でも天才ピアニスト竹内と入れ替わってしまい、マスミレイポンに見事にツッコミを入れていたのだ。顔の表情も豊かになり、感情表現を獲得しつつあるまこちの今後の活躍に乞うご期待なのだ。皆さんは劇場でのお見送りの時はどうしている感じでしょうか？自分は基本ちょけることにしているんですけど、ちょけながら滑ってる感じもして、結果自暴自棄になる時もあったりなかったりラジバンダリなんですけど、無難に手を振って変えるべきなんでしょうかね。常々悩んでおります。今後も細々と動画を作成していくので、傍観していただければ助かるのだ。